ネパール人男性の多くが家族を養い、少しでもいい暮らしをするために海外に出かけていきます。では、ネパールに残される奥さん、女性たちはどんな生活をしているのでしょうか。最近では日本でもエキゾチックで美しく愛嬌のあるネパール人女性を見かけることが増えてきましたが、今回はそんな彼女たちがどんな環境で育ってきたのかについて詳しく深掘っていきたいと思います。ナマステエブリバディ、ガイさん is here。今回の動画ではネパールに残される奥様たち、またネパール人女性たちがどんな生活をしているのか、彼女らは何を思い何を願っているのか、そういった内容の動画を作っていきたいと思います。この男性が出稼ぎに行って女性はネパールの上に残るというこの習慣はですね、もちろん最近はどんどんと男女平等という観点からですね、改善はされてきてはいるんですけども、日本以上に古い習慣とかそういった文化を大切にするネパールですので、男は稼いで女は家に残って子供を育てるといったような風習もまだまだネパールには多く存在しています。実際にネパール人同士が結婚する際に、奥さんが専業主婦にならないんだったら僕結婚しませんっていうネパール人男性も多くいるみたいなんですね。僕はね、結構専業主婦、男性バージョンの専業主婦になりたい人間なんですけども、僕のネパール人彼女はね、絶対許してくれませんね。働いてこいこのボケガス、誰の金食って飯食っとんじゃボケって絶対言われるので、はい、しっかり働きます。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してください。またガイさん公式チャンネルも作りましたので、そちらでしか手に入らないネパールの最新情報などもですね、お届けしていきます。見逃さないようにお願いします。それでは早速内容に入っていきましょう。以前こちらの動画では海外に出稼ぎに行くネパール人についてお話をしていきました。簡単におさらいしておきますね。お金に余裕がない人が主に行く中東やマレーシアでの出稼ぎは、月にたった数万円を稼ぐために劣悪な労働環境で長時間勤務を強いられることもあり、事故や病気と隣り合わせです。健康な若者が原因不明の突然死をすることも珍しくありません。もし安全な職場が確保されたとしても、家族とは長期間離れ離れ、何年間もビデオ越しでしか自分のお父さんを見たことがない子供もたくさんいます。また最初から命がけと分かっていながら違法な渡航を繰り返したり、軍隊に入って戦争に参加したり、文字通りお金を稼ぐことに命を懸ける人も、またそれをも望んでそうしている人もいます。新婚なのに夫婦離れ離れっていうのも全然珍しいことじゃないんですね。そこでネパールの女性たちは結婚についてどう思い、何を考え、何を目標にしているのでしょうか。まず女性にとっての結婚とはについて考えていきましょう。そしてその後彼女たちの生活についても見ていきたいと思います。2020年、日本の女性の初婚年齢の平均は 29.4 歳だったそうです。では、ネパールでは教育の進んだ都市部と田舎の方では感覚が大きく異なりますが、それでもほとんどが25歳までに結婚するのが一般的。30歳を超えると人生折り返し地点と言われるネパールです。26、7歳で結婚をしたネパール人の友達に聞いた話だとですね、私もう結婚しないで人生を終えるんだと思ってたみたいです。田舎の方はもっと結婚が早く、10代半ばで結婚をする人も少なくありません。女性の初婚年齢の平均はデータの見方にもよりますが、18歳から20歳、法律では20歳以上と定められているのにもかかわらず、少し古いデータで恐縮ですが、10年ほど前までは農村部の半分以上の女性が18歳未満で結婚、10万人以上の女の子が10歳になるまでに結婚させられていました。つまりネパール人女性たちにとっては、子供時代が終わった後、または子供時代中に結婚をしてしまうっていう考え方なんです。私たちだとですね、子供時代が終わったらやっと高校だ、大学だ、仕事だ、恋愛しようみたいになるんですけどもね、やっぱそこが違うんですね。またその背景には民族的、文化的、社会的背景が関わっています。ところでネパール人の女性たちはなぜそんな早い年齢のうちに結婚ができてしまうのでしょうか。一体どのように結婚をしているのか、深掘ってみましょう。実はネパールでは主に4つの結婚の仕方があるみたいなんです。まずは伝統的で正当な方法、親が決めるパターンです。これ正当なのかな。この場合、結婚するまで相手に会ったことすらないということも普通です。でもどうですか、皆さんできますか。親が急に、はい、今日はあの人と結婚するからあそこの斉藤さん家の人と結婚するよ。いける
ちょっときついな。で早速2個目の結婚の仕方なんですけども、これあんたもかいってなるほどですね、めちゃめちゃ人気じゃないな、よく多発する方法だそうです。この方法が駆け落ちです。それもそうですよね。親が恋愛を認めてくれなくて、斉藤さんちの人と結婚するからねって言われてて、なのに学校にめちゃめちゃ好きな人いるみたいな状態。どうしよう、親にも言えないし、逃げちゃえ結婚みたいなね。僕はなんか理解できます。もう本当ネパールだとね、しょっちゅうですね、家の子駆け落ちしたらしいよ、ご夫婦はね駆け落ち組ですねみたいな感じで言われるみたいです。駆け落ち後親に認めてもらってきちんと結婚披露宴をする人もいれば、数年間親に許してもらえなかったという人もいます。カーストが違うからとか、若すぎるからとか、正式に結婚するお金がないからとか、駆け落ちの事情は様々です。2人が納得の上駆け落ちをすることもあれば、結婚してくれなければ死ぬぞという男性の熱意に負けて駆け落ちしてしまうなんていう嘘みたいな本当の話も意外とそこら辺に転がっている楽しさがあるネパールです。そしてもう一つの方法は私のタイプ、恋愛結婚です。僕はまだ結婚しないけどね。恋愛するところまでは駆け落ちと同じなんですけども、ちゃんと互いの親に承認されて正式な結婚に至ります。駆け落ちによる結婚と恋愛による結婚、出会いは学校や Facebook などの SNS、 友達の友達、親戚の家で偶然出会う、そして電話。大抵はこんな感じですかね。僕はアメリカでの留学先で出会った女性です。ラッキー。またこれ実際にあった例なんですけども、ネパールで間違い電話から始まる恋愛っていうのもあるみたいなんですね。もう本当間違い電話なのに全然切らないネパール人ってめちゃめちゃいるんですよ。もうとにかく話したがり屋で、人の話を聞かないから間違ってるよっていうことすら気づかない。で気づいた頃にはちょっとなんかお話ししちゃって仲良くなって、今度遊ぼうぜみたいなね。どんな人種やねん。そして最後、結婚4つ目の方法がお金で買い取る方法です。他の人の妻をもらいたい時に結婚にかかったお金を支払ってもらい受けることができるそうです。やばいけどねこれね。この時妻の意思は関係ありません。これに似た方法で義理兄弟結婚というのもあります。民族によっては兄が早くに亡くなった場合、弟が兄嫁をもらい受ける習慣があるそうです。年齢差などは関係ないので、夫がとても幼いということもありえます。また親が決める結婚に含まれますが、ちょっとこの義理兄弟結婚と似た状況が生じるのが、女手が必要なためだけに息子を結婚させる場合、まだ子供の息子よりも年上の女性をもらって家の仕事をしてもらうなんていうことも聞いたことがあります。日本とは全く違う結婚事情について知っていただけてどうだったでしょうか。でもこれがですね、もっと田舎の方に行くとさらに私たちにとっては仰天なんです。田舎のある地域には娯楽がないので、夜な夜なみんなが集まって歌い踊り合う機会が結構あるみたいなんですね。そしてある地域によると、そこで気に入った女の子がいたら歌に思いを乗せて伝えるらしいです。なんとも風流なことなのかなとも思うんですけども、これですね、振られた場合がめちゃめちゃひどいんですね。男性がこの歌に乗せて愛を伝えて振られてしまった場合、男性友達に協力してもらって無理やりその子をさらって連れて行くこともあるみたいなんです。一晩が過ぎてしまうと結婚が成立したとみなされてしまうため、親たちもどうにもできません。もちろん現在では法整備がされており、そういった行為には法的な手段を取ることもできますが、ネパールでは民族ごと村ごと独自のルールや慣習があり、時にはそれが法律よりも優先されてしまうのがこの国の怖いところなんです。さて、こうして自分の意思または意思に関わらず結婚したネパール人女性たちはその後どのような生活を送るのでしょうか。一昔前には朝は3時に起きて臼で粉をひき、朝ごはんのパンみたいなロティを作って家畜を連れてジャングルへ、家畜の餌となる草や葉っぱ、調理用の薪を取って帰ってきて、それから食事作りみたいなネパール版おしんのような生活が一般的でした。姑の関係も厳しく、水がめに針を入れておいてきちんと中まで洗っているのかみたいなチェックをするお母さんもいたりとか、寝る前はお姑さんの足をマッサージしないといけないんだとか、逸話は本当にたくさんあります。さらに夫は神様、早朝起きて水で体を洗って清め、ヒンドゥー教の崇拝をし、それからチア、つまり紅茶を作って夫の枕元まで持っていきます。それから夫の足をきれいに洗い、最後にもう一度きれいな水を夫の足に触れさせ、その水を飲むのだそうです。 No!
それをやめよう。ね。汚い。いや、汚いとか言っちゃダメか。神聖。これ難しいですね。文化とか宗教を否定せざるを得なくなってしまいますからね。こんなこと言ったらね。その人が本当にそれをいいと思ってやってるんだったらいいと思うけど、他のやり方もあるんだよとか、こんな風なことをしなくても生きてる人たちがいるんだよっていう教育をしっかりと受けさせた上じゃないと正式な判断ができないと思うので、そこは公平にやっていこうね。足を洗わせている男の人たち。またこれは万国共通ですが、お酒を飲んで暴力を振るうご主人や、奥さんが勉強したり習い事をしたりすることを許さないご主人、携帯電話を持つことを許さないご主人、めったに実家に帰らせてくれないご主人、買い物なども男性がする風習がもともとあるので、自由に外を出歩くことすらままならない奥さんもいます。公にするかどうかはともかくとして、2人、3人の奥さんを持っている男性もネパールでは珍しいことではありません。とはいえ女性の多くがですね、教育をしっかりと受け、女性も自分の幸せについてしっかりと考えるようになってきたのも事実です。早くに結婚し、妊娠して、お腹が大きくなってからも高校のテストを受けに行って高校を卒業したり、子育てをしながら大学教育を受けたり、妊娠子育てで数年間のギャップを置いてからまた学校に通ったりと、様々な仕方で勉強を続ける女性がたくさんいます。韓国ドラマが大人気ですが、自分の夫や彼にも韓国ドラマを見てほしいなんていうネパール人女性たちもたくさんいるんです。僕の彼女にもめっちゃ言われる。こんだけさロマンチックになり合うとか、こんだけレイディーファーストやってくんないみたいなね。僕の彼女は男尊女卑とかも絶対しないんですけども、憧れはあるみたいです。確かに奥さんを喜ばせるということはあまり考える必要のなかったネパール人男性たちが多いですから、韓国ドラマの甘いイケメンに女の子が憧れるのも当然ですよね。また最近では姑、夫が一緒になって TikTok を撮っているなんていう微笑ましいご家庭もたくさんあります。さて今回のテーマの大切なところを忘れていました。海外に出稼ぎに行ってしまった男性の奥さんたちはネパールでどんなことをしているかでしたよね。婚約してすぐにとか結婚してすぐに夫が出稼ぎに出てしまうことも多いですし、もともと海外にいた男性が一時帰国して結婚するということもあります。妻は夫の家に入り、夫が海外に行ってしまってからは夫の家族と過ごすようになります。子供がいて夫が出稼ぎに行く場合は、子供を学校に行かせやすいところに部屋を借りて母子で生活することもあります。田舎の主婦であればヤギや水牛、鶏の世話、田畑での農作業などをして過ごしていきます。勤め先が見つかれば仕事に出ることもあります。奥さんたちの勤め先といえば、大抵は先生官、縫い子、保険や教授グループなどお金を扱う仕事などが多いです。それ以外にお店で商売をする人もいます。また教育を受ける機会が少なかった人たちは肉体労働もします。レンガを運んだり、建設現場で石や砂を運んだりときつい仕事ですが、生き生きと働いている女性たちがたくさんいるんですね。このように家の仕事や外での仕事をして夫不在の毎日を過ごしています。数ヶ月の一時帰国の間に子供ができることもあり、そうなると当然出産、子育ても夫不在一人で行います。そして夫が海外で稼いでくれた送ってくれるお金で子供を学校に行かせ、家を建ててと生活の基盤を築いていくのです。とてもたくましい、誇らしいネパール人女性たちですね。さて今回はネパール女性たちの結婚事情、夫が出稼ぎに行っている際の生活についてご紹介しました。特に農村部では結婚年齢が低く、10代のうちの結婚も多いというのは驚かれたんではないでしょうか。親の決めた見ず知らずの男性と結婚することもあれば、駆け落ちをすることもありますし、働き手を確保するためだったり、男性側からの一方的な思いだったりで女性の意思を無視した結婚もありえます。多くの女性が結婚、出産は人生で行うべき当然のこととしてネパールでは受け入れられていますが、それによって苦労もたくさん背負っているんですね。とはいえ一昔前まではネパールの女性たちが働くなんていうことは夢のまた夢でした。しかし現在は結婚、妊娠、出産、子育てを通してその後に教育に再度戻る、または外で働きに出るっていったこともどんどんと一般的になってきました。こういった変化を求めている女性たちはですね、ネパール、また世界中にたくさんいると思います。そういった方に寄り添える男性で僕はありたいなと思っています。ネパールの女性たちかっこいいです。今後も皆さんにネパールのことをもっともっと知っていただくためにたくさんの動画を作って配信していきます。
ぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンの方で応援してください。皆さんは結婚についてどう思いますか？またネパールでの主要な4つの結婚方法、どれを皆さんなら選びますか？コメント欄で教えてください。最後にはなりますが、ガイさんの公式 LINE 作ってあります。そこでは公式 LINE でしか公開しないネパール情報などについても配信しますので、ぜひ登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.